美里さんにどの科を希望しているか、そしてご苦労やモチベーション、その医師を目指す上で、ちょっとそこをちょっとショートにはなってしまいますが、お願いできますか？はい。今一応、やっぱり血液内科と、素晴らしい。に血液、とりあえず、ありがとやりたいなと思っています。で、血液内科今少ないからね、人数が。しかもいろんなどんどん新しい治療とか研究もされてるって、すごい新しい、すごいね、発展的な分野なんで。ありがとう。ありがとうございます。頑張ろうと思います。素晴らしい。はい。で、医者になるモチベーションなんですけど、やっぱ入院した時の経験とかが、辛かったこととか、なんか苦労したこととか、人に言えなかったこととか、なんか自分が病気になったことすら認められない時期とかも長くて、なんか絶対自分ががんだって言いたくないっていう時期とかもすごくあったので、でも同じ闘病経験をしている友達、病室で出会った同じ世代の友達とはそういう話ができたっていう経験があって、もっとそういうピアサポート的な部分をちゃんとしっかりできるようになったらいいのになっていうモチベーションがあって、そういう部分をケアできるような医者になりたいなと思って30代から医学部に入りました。すごいよね。ほんとすごいよね。すごくないですよね。いやいや、普通だ治療を受けてるとき、僕例えば半年ぐらい入院したけど、毎日腰紙読んでたからね、僕ね、ずっと。いや、私も入院中は本当にやばかったです。ひたすら腰紙読んで、だから血液がんの患者さんって、他のがんの患者さんもそういう人いるんだけど、真面目な人が結構いて、僕も入院中になんか勉強してるやっぱり女性の人がいて、退院したらさっさと税理士受かっちゃったりとかね。その時間俺、腰紙しか読んでないから、何も僕、得てないんだよね、入院から。そんなことない。今があるじゃないですか。いや。腰紙は大体ストーリー覚えたけど、もう、やることないから。いや、私も入院中はもうそんなでしたよ、全然。もう、卒業してからですね。卒業というか。すごいな。僕もアニメずっと入院中見てましたし、これガンノートで言ってくれてたんですけれど、宮田さんのちょっと大学歴ちょっとさっと言ってくださいよ、ちょっと。美術の大学行って、はい。で、大学入り直しました。めっちゃ飛んだけど。いや、その後、歯医者も目指して。歯医者は一番最初にちょっとだけ行った。すいません。だから、歯医者で入ってるんですよ、歯医者。歯学部は入ったの？一番最初。はい。で、歯学部入って、で、あれよね、病院とかのデザインとか、あれちょっと間違ってすごいね。医学部入ったんですけど、もう全然やりたくなかったんで、すぐ辞めちゃったんですよ。すごいな。いや、それ本当親に申し訳ないんですけど、やっぱずっと美術したかったんで、美術の方に入ったら、この空間をやってたんで、病院の中、自分の病室の空間とかがすごい気になっちゃって、なんかやっぱこう、天野さんも半年とか入院されてたと思うんですけど、もうなんかお家にあるじゃないですか、一つのとこが。でこんなところでなんか治療してたら治るもんも治らんわと思ってもっといい空間だったら気持ちの面から元気になるんじゃないかなっていうことを感じて、それもあって美術と医学をこうもっとつながったらいいのになっていうところもありました。僕は病室で半年間入院してて、いやこの部屋を変えなきゃと思わないもん。飯まだかなみたいな。今日カレーね。それもありましたけど。そうカレーいつなのみたいな。この前カレーだったけど、もうまた魚かよみたいな。そんなことしか思ってないよ。嫌でしたね。そう。いやもう病院食美味しかったけどね、一応。本当ですか？美味しかったけど、僕の病院は病院食美味しかったけども、そう病院食のことしか、あとはずっと料理番組見てたもんね。それでは今日の番組の最後にゲストのお二人から出演の感想ですとか見ている皆さんへのメッセージをそれぞれいただきたいと思っております。まずは天野さんお願いします。はい。もうこの20年僕以上経つんですけども、この間にめちゃめちゃ進歩しているので、これからもっとリンパ腫が進歩すると思います。ちなみにですね、9月15日は世界リンパ腫デー、ワールドリンフォーマーアウェアネスデーということで、9月もリンパ腫月間ということで、グループネクサスジャパンでもですね、リンパ腫についての啓発活動を様々やってますので、もしよろしければホームページをご覧ください。今日はありがとうございました。
りがとうございました。リンパ腫月間だからお呼びしました。はい。でもね、それはしっかりね、ご説明を忘れてましたね、私たちね。ありがとうございます。ありがとうございます。そして松浦さん、お願いします。はい、今日は天野さんの素晴らしい話をいっぱい聞けて楽しかったです。こちらこそです。皆さんからのコメントとかもありがとうございます。嬉しかったです。悪性リンパ腫って聞くと、私もそうでしたけど、すごいもうがんっていうことでびっくりしちゃって、いろいろ考えることもたくさんあって、治療も大変だなって思うこともあると思うんですけど、こうやって仲間もいるので、ぜひ辛い時はこういうがん仲間を頼って、辛い時はこう吐き出したりとか、そういうこともするように私たちを使ってやってってください。健康診断は大事です。そして今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さんまたお会いしましょう。それではバイバイ。はい、バイバイ。